こんにちは。ゆっくり歌劇団のお飾りリーダー、ゆっくりさんでございます。私たちは現在、スペイン国鉄の高速列車、アベで、バルセロナから、首都のマドリードに向かっています。というわけで今回は、スペインの綺麗な景色と、美味しい車内のランチで、優勝していくことにするわね。あれ？みんなこれ知らない？そういうネタだったんですか。突然何を言ってるんだろうって思ってました。お前最近ハマったネタを、微妙にわかりにくく出すのやめろ。すいません。これはね、もう言わなくていいよ。今僕たちが乗っている、アベの一等席は、発車後しばらくすると、お食事のサービスが開始されます。内容は、時間帯によって異なり、お昼と夕方の時間は、温かいメインディッシュもあります。他は、サラダ、コンソメスープ、デザートのフルーツでしたね。もちろんアルコールも含めた、ドリンクもあります。食後には、コーヒーと、チョコレートまでサービスされました。多くの座席に、一斉に提供されるものなので、見た目はエコノミークラスの機内食みたいですが、味付けはなかなか良く。そうだ、せっかくだから、ゆっくりさんに感想を言ってもらいましょう。うまい。久々で忘れてたね。ご飯に関して、これしか言えないって。私に食レポをさせるな。少し真面目なことを言うと、トレイ全体の彩りは、スペイン国鉄、レンフェと、アベのイメージカラー、紫を基調とし、コースターや、ナイフ、フォークなどにも、さりげなくロゴが入れられている。内容は一種類ながら、メニューはカラーで印刷されているし、何かとコストダウンが叫ばれる現代で、このような、お金をかけたサービスを提供する列車は、とても希少な存在と言える。ゆっくり、真面目なことも言えたんだな。うるせえ。それにしても、一等席に座れて、600キロ移動できて、こんなサービスまでついてて、この列車の切符のお値段は、15,000円。本当に、こんな料金でいいのって感じだ。そう、安いんですよ。アベの切符の値段は、一律料金でなく、同じ区間でも、予約時期や、出発時間、空席状況によって変化します。お客さんが集中する時間帯に、直前の予約で乗ろうとすると、とても高くなってしまいますが、逆に空いている時間なら、手頃なお値段で、一等席に乗れることもあります。今乗っている、バルセロナ、マドリード間は、日本で言えば、大阪、東京間に相当する、ビジネス需要が多い路線のせいか、朝夕に出発する列車は、価格が高い一方で、お昼過ぎの便は、それほどでもない。これが、今日の私たちみたいに、片道しか移動しない観光客にとっては、とても都合がいいんです。例えば、こんな動き方ができるからです。まず午前中は、出発地、バルセロナの市内を見て回ります。そして12時前に、荷物をまとめて宿をチェックアウト。続いて、切符が安い、お昼のアベに乗車すると、目的地マドリードには、午後4時頃に到着します。この時間には、大体の宿がチェックインできますので、部屋に荷物を置いて、再び、マドリードの観光に繰り出せるのです。ちなみに、アベの切符は、高い代わりに、自由度が高い、正規料金から、購入後の変更、キャンセルができない、格安料金まで、数種類が用意されている。安い切符は、予約時に、座席の選択が不可で、駅のラウンジも使えないなどの制限があるが、乗車してしまえば、格安運賃でも、正規料金でも、車内サービスは変わらない。お昼の列車は、切符の値段が安いのに、ランチまでごちそうになれちゃって、とってもお得なんですよ。こうした、アベの、豪華で手厚いサービスをお話しすると、なんで他の国も、同じことをしないんだって思いますよね。でも、スペインの高速列車には、運賃を安く、車内サービスを充実させなければいけない、切実な事情があったんです。この国の高速鉄道は、厳しい警備体制の中で運転されています。テロ対策として、乗車前に手荷物検査があるなど、少し面倒な部分があるのです。おかげで、セキュリティ面や、提示率は高いのですが、駅には、列車が出発する、1時間から30分前までに到着しなければならず、手軽な移動手段とは言えません。新幹線とか、イタリアやドイツの高速鉄道は、発車3分前に駅に着いても乗れるのが、利点の一つだもんな。反対にスペインのアベは、
列車の乗車時間が2時間30分なら、待機時間を含めると、3時間以上と考慮する必要があります。飛行機の搭乗前と同じく、乗るまでに余計な時間がかかるんです。さらに鉄道にとって、都合が悪かったのが、スペインの主要都市は、市街地と空港が、比較的近いことだ。バルセロナや、マドリードでも、およそ20から35分しかかからない。飛行機は、飛び立ってしまえば、どの都市でも、1時間前後で到着するから、空港への往復や、荷物検査、搭乗にかかる時間を含めても、トータルの移動時間は3時間未満。高速鉄道は、手軽さ、所要時間ともに、優位性が少ないのである。この弱点をカバーするための対策が、食事を提供したり、映画を上映する、などなど、サービスを豪華にすることだった。それと、もう一つの売りが、運行の正確さですね。安倍は、時間厳守をアピールポイントにしていて、提示率は、驚きの 99% 以上。また、切符は、定刻より15分以上遅れたら、運賃の半額、30分以上で、料金が全額払い戻しされます。こうした努力が実を結び、順調に利用者が増え、航空機と互角以上の戦いができているようです。スペインの高速鉄道は、速くて、安くて、サービスも良くて、いいことずくめですが、その裏には、他の国の高速列車にはない弱みがあったんです。あ、ドリンクのおかわりいいんですか？じゃあすいません。ワインもう一杯いただけますか？あとビールがあれば、樽でお願いします。こっちにも同じのをください。もうダメだなあの二人。飲んだらしばらく使い物にならないよね。これからは、僕たち二人で頑張ろう。さてさて、バルセロナを出発した直後は、豊かな緑色だった車窓は、次第に、乾燥した大地に変化してきました。スペインは、思いのほか、起伏が多い土地で、首都のマドリードは、標高670メートルの地点にあります。サイクルロードレースに詳しい方は、ブエルタ・ア・エスパーニャなんかで、山あり谷ありの地形をご存知かと思います。沿岸に点在する都市から、首都に向かう列車は、どの方角からでも、ひたすら坂を登っているんです。この列車の始発、バルセロナは、海抜10メートル。マドリードまでの距離は、およそ、620キロですから、単純計算で、1キロにつき、1メートル、高度を上げてることになりますね。実際の地形は、もう少し複雑かな。バルセロナから、マドリードに向かう線路は、最初の区間が、カーブが多い反面、傾斜が緩やかに作られています。そして、ちょうど中間地点にある、サラゴサを境に、坂がきつくなるんです。ただし、ここから終点、マドリード近くまで、線路はほぼ直線で敷かれていますので、スピードは出しやすくなります。僕たちが乗っている、セリエ103型は、以前この線路を使用して、時速403キロの、世界新記録を樹立したこともあるんです。2006年に、試運転の一環として行われたもので。ちょっと待って。当時の最速記録って、GGV の515キロじゃなかったっけ？それより10年前に、日本の 300X が443キロも出してるし、なんか、間違ってない？よく気がつきました。実を言うと、この車両が出した速度記録には、条件がついています。それは、試験用の車両でもなく、速度向上のための手も加えていない、営業用の、無改造車両だということ。もちろん、スペインの鉄道における、最速記録でもあります。こうして、時速400キロでも、問題なく走れることを証明してみせた、セリエ103型。これを踏まえて、この車両で運転される安倍は、時速350キロまで、速度を引き上げるはずでした。でもここで、線路とお金の、二つの壁が立ちはだかります。スピード試験にも使われた、マドリード、サラゴサ間は、線形がいいのですが、そこから東は、ところどころに、速度制限が設けられています。したがって、300キロ以上に速度を上げられず、時間短縮効果が薄かったんです。それに、時速350キロで走ると、車両や線路の保守、消費電力等で、膨大なコストがかかることが判明。航空機との競争もあり、むやみに運賃を上げられませんから、時速300キロを大きく超える走行は断念しました。現在は最高でも、310キロ前後で運転されています。この列車も、走行速度が、時速300キロを超えることはありませんでした。
それでもバルセロナ、マドリード間の所要時間は、最短で2時間30分。途中、サラゴサに停車する列車でも、2時間45分で走破します。速度よりも、ドイツの車両を導入するにあたって問題とされたのが、スペインの気候です。セリエ103が主に担当する、スペインの2大都市、バルセロナ、マドリードは共に、温暖な地域で、夏には、気温が30度以上になります。特にバルセロナは、海に近いため、湿度も高いんです。私たちがスペインを訪れた、10月中旬も、半袖で十分なぐらいの気温でしたね。ところが、セリエ103の元になった ICE3 は、製造時から冷房の機器と耐久性が問題でした。今でも毎年夏になると空調が故障してお客さんをサウナでお迎えするのが恒例行事になるほどです。もちろんこんなエアコンを灼熱のスペイン向け車両には載せられません。多分3日も持たないでしょう。ですから、この車両では、車内の冷房と、モーター、電子機器の冷却系が見直され、格納力が強化されました。外から見ると、屋根に乗せている空調装置が、明らかに大型化してますね。わかりやすいポイントは、大きくなった、2つのファン。それから、装置自体の高さや全長、空気の取り入れ口も増えています。愛ちゃんもこれにすればいいのに。それが、電車の空調は、家庭用エアコンみたいに、機械だけ変えれば済む話じゃないので、変更が難しいんだよ。電力を供給する、電源装置から変えなきゃいけなくて、大規模な改造工事が必要なんだ。そういえば、この車両に乗った時に、ちょっと気になったこと、聞いていいですか？リアル愛ちゃんたちは、車体に、いろんな製造会社のロゴが書かれてますよね。でもセリエ103は、シンプルに、シーメンスだけになっちゃってます。他の会社は、どこに行っちゃったんでしょうか？まさかストライキってことはないと思いますけど。銀ちゃん。そこに気づいて欲しかったような、欲しくなかったような。本当にストライキなの？それがこの車両の、名ポイントなんだよ。時は遡って、1998年、ドイツ最速の高速列車、ICE3 が誕生します。この車両は、輸出販売も計画され、ほどなくして、スペインからの受注に成功します。後に、セリエ103になる車両ですね。その通り、スペインは、架線の電圧、周波数がドイツと違うので、電気部品の設計を変えたり、最高速度向上のために、モーターの出力と、ギア比も変更。そして前述の、冷却機能の強化を施して、生産に移ろうとしていました。しかしここで、歯車が狂い出します。この車両は、最初はドイツで基礎となる部分を作り、スペインに運んだ後、そこの車両工場で、最終組み立てをする計画でした。しかし、話を詰めていくうちに、スペインの生産設備が、大型の、超高速車両に対応していないことがわかります。そこでやむなく、当初のプランを撤回し、すべてドイツで製造することになりました。けれどもここにも問題がありました。もともと ICE の車両たちは、シーメンス一社だけの力で作っていたのではありません。初代から、僕たちの代まで、一貫して、車両製造会社、ボンバルディアと協力して、製造されていました。けれど、輸出事業では、車両の販売から契約までを、シーメンスが一社で管理することにしたのです。今まで共同開発していたボンバルディアは、権利の独占だと、これに反発。両社は提携を解消した挙句、ボンバルディア社は、ICE3 で分担していた仕事を、輸出向けの車両では、担当しないことにしました。もちろん、傘下の部品会社も同様です。困ったのはシーメンス。なぜならこの会社は、車体の製造に必要な設備を持ち合わせていませんでした。そうか、だから部品だけを作って、スペインで組み立てようとしてたんですね。そうなんだよ。しかもこの時同社は、運用最高速度、時速350キロから停止する、ブレーキシステムの開発に難儀していました。緊急停止に必要な距離が、スペインの鉄道で定められている範囲内になかなか収まらなかったのです。それに加えて発生した製造現場の問題。シーメンスはドイツの工場に自前の生産ラインを整備し、ボンバルディアが担当していた部品も一から自分たちの手で作り直さなくてはいけなくなりました。
当然、最初に計画していた期日に、納入は間に合わず、2年ほど、遅延が発生します。これによって、シーメンスは、スペインの国鉄に、違約金を払わなければいけなくなりました。その金額は、契約額の1割以上にも上ります。国鉄にとっては、実質、10% のキャッシュバックですね。って考えるとお得だね。こうしたいざこざがあったために、スペイン向けのセリエ103には、ボンバルディアの名前がありません。ICE は、先頭車両のステップに、2車、または3車の名前を併記した名板があるのですが、こちらは、シーメンス、のみになっています。揉め事を起こした2社は、後によりを戻し、次世代型車両の ICE4 で、再び手を組むまでに修復されました。けれど、ICE3 タイプの輸出事業は、現在でも、シーメンス1社が取り仕切る状態が続いています。ボンバルディアが、親権を認めたってことですか？それもあるけど、シーメンスは、自社内に生産設備を整えられたおかげで、最後まで、自力で製造ができるようになったんだ。スペイン向けの、セリエ103の組み立てに成功して以来、ロシアやイギリス、トルコに輸出した編成も、全部シーメンスが、一貫製造してるんだよ。そしてあろうことか、その輸出型を元に発展させた、ドイツ向け車両、改良型、ICE3 からも、ボンバルディアの存在が消えたんだ。シーメンス社公式の、製品紹介にも、今までの ICE は、ボンバルディア社との共同事業でしたが、輸出しようと、ニュー ICE3 は、シーメンスだけで作り上げました。なんて書いてあるんです。ここまで来ると、半分当てつけですね。さて、一方で、喧嘩別れしたボンバルディア。彼らも、ただ黙ってはいませんでした。何しろ高速鉄道は、世界中で計画が進み、官民共同で売り込みをかけています。しかも、販売に成功すれば、大きな利益が期待できます。そこで、自社で培った技術をもとに、シーメンスとは違う、独自の車両を開発したのです。それが、ゼフィロ、という高速列車パッケージです。あれ？これ知ってる、だろうと思うよ。ゼフィロは、車両の数を、4両から16両まで、4両単位で増減が可能。加えて、いくつかの基本モデルを用意し、需要や路線に合った、最適な編成を選べる方式にしました。シーメンスの車両は、とても高性能なんですが、専用の線路もセットで建設しないと、せっかくの性能が発揮できません。でもこちらは、小改良した在来線でも、十分導入効果が出る、中速用バージョンも用意したんです。ゼフィロは今のところ、シーメンス製の車両よりも、走っている国は少ないのですけれど、中国やイタリアからの受注に成功し、数を増やしつつあります。イタリア？やっぱりそれって、銀ちゃんはもうわかってるよね？これを元にした列車の一つが、以前ご案内した、イタリアの最新車両、フレッチャロッサミッペです。あの車両は、組み立てこそイタリアでしたが、設計、生産は、ボンバルディアの主導で行われています。だから、台車とか入り口に、同社のロゴが、いっぱいあるんですよ。あれ、でもゼフィロって、どれも、ドイツで作ってないですよね。フレッチャロッサが生産されたのは、イタリアの工場だし、中国の列車も現地生産です。全然儲かってないように見えますけど、大丈夫なんですか？ご心配なく、ちゃんと手は打ってあります。ボンバルディアは、最初から、現地生産を視野に入れて、ゼフィロの設計をしていました。高速列車の導入を検討している、現地の会社と手を組んで、車両を売り込む、という方法を取ったんです。確かにイタリアの場合も、アンサルドブレダー、後の、日立レールイタリーと組んで、受注に成功してます。でしょ？売り込みを、現地の会社と一緒に行い、その国で生産をする、となると、選定の面で、大きく優位に立てます。それに、近年の車両メーカーは、ただ車両を製造するだけでなく、長期間にわたって、メーカー自らが保守整備をする、アフターサポートもセットで販売しています。これが、製造会社にとって、結構美味しいサービスで、車両自体の価格を、大幅に値引いても、長期保守の契約を取れれば、元を取れるんです。なんか、プリンターみたい。本体を安くして、消耗品とアフターサービスで商売をするって点は同じかもね。つまりボンバルディアは、製造面では、現地の国の顔を立てつつ、
生産技術の指導と、アフターサポートで、ちゃっかり得をしている、ってわけですか。うまく考えましたね。こういったサービスがあるのには、もう一つ理由があってね。最近のヨーロッパは、列車だけを保有し、国鉄の線路を曲がりして走る、小規模の私鉄が増えています。イタリアの私鉄、イタロみたいな会社ですね。彼らは、自前の整備施設を持たず、大掛かりな、点検、整備ができません。そういった、中小の新興会社は、車両を購入、またはレンタルした際、保守サービスも一緒に契約して、メーカーに点検をしてもらうんですよ。そうだ。この、ゼフィロ、じゃなくて、フレッチャロッサミッレに関して、イタリアから皆様に、お知らせがございます。いいチケット、お客様控え、違うってば。イタリア国鉄は、2022年から、スペイン国内で、高速列車を運営する認可を取得。その車両に、フレッチャロッサミッレが選ばれたんです。それって、スペイン国鉄の、アベとは別なの？完全に違う扱いです。同じ線路を、スペインのアベと、イタリアのフレッチャロッサが、競合相手として走ります。例えるなら、東海道新幹線に、ドイツ鉄道が、ICE と共に、新規参入する、みたいな感じかな？イタリアで言えば、私たち国鉄と、私鉄、イタロくんみたいな関係です。スペインにおけるフレッチャロッサの運行は、2022年1月から10年間の権利が与えられています。最初はここ、バルセロナ、マドリード間に、1日16往復の列車を走らせる予定です。シーメンスの ICE 系列と、ボンバルディアのゼフィロが、同じ区間で走るわけか。なんだか面白いことになりそう。でしょう？実現したら、この線路には、ICE と、TGV と、フレッチャロッサが走行することになります。計画通りにフレッチャロッサがスペインデビューしたら、みんなでまた、あの特別シートに乗って、優勝しような。あ、ユークリが復活した。愛ちゃんは、ダメだ、相変わらず酒臭いです。だいぶ速度が落ちてきたな。今どのあたりだ？もうそろそろ、終点。マドリードか、いつの間に？ユークリたちが酒飲んで寝てる間にだよ。最後ぐらい、なんか、面白いことでも話したらどうだ？いいのか？間もなくこの列車は、首都マドリードの、プエルタデアトーチャ駅に到着する。ここは、高速鉄道の開業に合わせて、大改装が行われ、全長400メートル以上の、長いホームが新設された。セリエ103をはじめ、安倍の専用車両は、連結運転もするので、長い列車にも対応するためなのだが、普段はこれとは別に、ユニークな使い方をしている。アトーチャ駅のホームは、実は真ん中の部分に信号があり、2つの区間に区切られている。なので、列車が1編成だけで運転する場合、前後に縦列停車ができるのだ。この構造を利用して、手前側を、降車用、奥の、車止めに近い場所を、乗車用ゾーンとして扱っている。お客さんがすべて降車し、続いて、車内清掃など、折り返し出発の準備が整ったら、奥の乗車ゾーンに移動。そして、再びお客さんを乗せるのである。でも、出発を待っている間に、別の後続列車が来たら、線路を塞いじゃいますよね。けれど心配ありません。ここは、長いホームの真ん中に、分岐があり、隣の線路を使って発車できるんですよ。駅で、列車の動きを見るのが好きな方には、たまらない運用です。しかし残念ながら、スペインの高速列車用ホームは、一般人の立ち入りが、厳しく制限されています。乗る人も、降りる人も、列車がよく見える場所に、長くいられません。1、2枚、記念写真を撮るぐらいならいいんですけど、基本的に降車したら、さっさと出口に向かうよう促されてしまうので、長時間のトレインウォッチングができないんです。というわけで、ゆっくり歌劇団は、スペインのど真ん中の都市、マドリードに到着しました。ここまで来て、今更言うのもなんですが、せっかくスペインに来たのに、これまでに乗ったのは、どこかで見た車両ばっかりです。もっとこの国特有の、珍しい列車とかないの？なんて思ってませんか？でも大丈夫。
ここマドリードには、独自の進化を遂げた、妙竹林な電車がいるんです。というより、そいつに乗るために、わざわざ長い距離を移動してきました。次回、実物を目にしたら、ゆっくりが暴れ回るんじゃないでしょうか。それではこの動画はこの辺りで、一区切りにしたいと思います。ここまでのご視聴、ありがとうございました。